様こんにちは、杉菜です。今回は4月26日全国発売、ディオールサマーコレクション限定のアイシャドウ654コーラルリビエラと974ピンクリビエラを使ったメイクパターンをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを教えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。前回の動画ではディオールのサマー限定アイシャドウ2種類のパレット1色ずつのパーソナルカラーと単色塗り、そしてパレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきました。654のコーラルリビエラは全体的に黄身のニュアンスでまとまっていて鮮やかで明るいオレンジメイクが楽しめるパレット。974のピンクリビエラは明るく鮮やかなビビッドピンクとくすみカラーのバランスが絶妙なパレットなので、それぞれのパレットの良さを活かしつつ、どのパーソナルカラータイプの方にも似合わせやすいメイク方法をご紹介していきたいと思います。少しでもメイクパターンの参考になれば嬉しいです。他にも2025年夏コスメのパーソナルカラーレビューやベースメイクの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは654のコーラルリビエラからメイクパターンをご紹介していきます。654コーラルリビエラはコーラル、ベージュ、ブラウンと全体的に黄身を帯びているカラーでまとまっているパレットです。前回の動画ではパレット全色を使って鮮やかなコーラルをメインにしたメイクをご紹介しました。そこで1つ目のメイクではこのパレットを使ってどんなシーンにも使えるベーシックなメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは肌なじみのいいベーシックな明るめベージュのカラーを仕込んでいきます。ラメも微細なので派手になりすぎないところが使いやすいです。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色としてのせていきます。深みもあって発色もしっかりしている締め色ですが、中にゴールドのラメが輝くので指で塗ってもこんな感じで目元を引き締めつつ重くなりすぎずに綺麗なグラデーションを作ることができます。両方とも黄身のニュアンスが入っているカラーなので相性も抜群です。最後に左上と左下のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。下まぶたには少し明るめで鮮やかなカラーを入れていきますが、くすみカラーと組み合わせることで派手すぎずにナチュラルに使うことができます。はい、1つ目のメイクが完成しました。黄身ベージュとブラウンをメインに使ってナチュラルでベーシックなメイクに仕上げてみました。かなり鮮やかで華やかな印象に仕上がるパレットですが、この組み合わせだとパレットのオレンジニュアンスは楽しめつつ派手になりすぎないので、同じパレットで普段使いも楽しみたい方やイメージを変えたい時にとてもおすすめです。パーソナルカラーに分けるとイエベ春、イエベ秋のベーシックメイクに使いやすいと思います。切り見るとこんな感じです。続いて2つ目のメイクではこのパレットを使って黄身カラーを自然に似合わせやすくなるメイクをご紹介していきます。黄身カラーに挑戦してみたいけれど似合うか不安という方にとてもおすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず左下のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらも黄身が含まれている色ですが、自然なくすみ感とツヤが効いているので色味が強く出すぎない分なじませやすいです。続いて中央のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心部分にのせていきます。最後に右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にかけて
付属のチップにも取って、下まぶたにものせていきます。2パターン目のメイクが完成しました。こちらのパレットは全色に黄身のニュアンスが含まれていますが、ベースにくすみがある色を使うことで黄身が強く感じすぎないように抑えるのと、最後に重ねた右上のカラーにはピンクのラメが入っているので、ピンクで透明感をプラスして黄身カラーをなじませやすくしてみました。パーソナルカラーに分けると、黄身や明るい色が得意なイエベハルタイプの方はもちろん、明るさが得意なブルベナツタイプの方が黄身要素の入ったメイクにチャレンジしたいという時にも使いやすいと思います。着てみるとこんな感じです。続いて974のピンクリベーラをご紹介していきます。974ピンクリベーラは鮮やかで高発色なビビッドピンクと落ち着いたくすみカラーのバランスが絶妙なパレットです。前回の動画では華やかな青みピンクをメインにしたメイクをご紹介しました。そこで1つ目のメイクではこちらのパレットのくすみカラーをメインに使った落ち着いた大人ピンクメイクをご紹介していきます。まず左上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらは黄身のある落ち着いたくすみカラーです。暗くなりすぎない程度に適度な深みを出してくれるので大人っぽいイメージのメイクにもぴったりなカラーです。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらは青みのくすみカラーです。黄身と青み両方のくすみカラーを重ねて深みを出していきます。中にシルバーの微細ラメもたっぷり入っているのでツヤ感もアップして可愛いです。チップにも取って下まぶた全体にも塗っていきます。最後に中央のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。はい、1つ目のメイクが完成しました。かなり発色が良く鮮やかな色で揃っているパレットですが、パレット左側のくすみカラーの2色をメインに使うと華やかな印象は残しつつ大人っぽく洗練されたピンクメイクを楽しむことができます。少し落ち着いたイメージのメイクを楽しみたい時や秋メイクにもとても可愛くておすすめです。パーソナルカラーに分けると青みやくすみが得意なブルベ夏はもちろん、くすみカラーや強い色が得意なイエベ秋タイプの方が青みピンク系を楽しみたい時にもおすすめです。着てみるとこんな感じです。続いて2つ目のメイクではこのパレットを使って透明感あふれる柔らかいイメージのピンクメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーをアディクションのアイシャドウブラシに取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。かなり発色がしっかりしたアイシャドウなので、こういった毛足の長いブラシを使って塗ると、このくらいナチュラルに調整することができます。ブラシで撫でるようにのせていくと、中に入っている裏面もより際立って可愛いです。続いて中央のカラーをブラシに取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。ビビットカラーもこんな感じでブラシ塗りをするとかなり抑えることができます。続いて右下のカラーを付属のチップに取って下まぶたのまつげの際にのせていきます。上まぶたは透明感カラーで作っていくので下まぶたはまつげの際に深みのある色をのせて引き締めていきます。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。大粒のラメをしっかりのせていきます。はい、2パターン目のメイクが完成しました。鮮やかで発色がしっかりしているパレットも毛足の長いブラシを使って塗るとこのくらい柔らかい印象に仕上げることができます。
今回は青みピンクの2色をブラシで柔らかく発色させた上に、ピンクとブルーの大粒ラメカラーを重ねて、透明感あふれる目元に仕上げてみました。パーソナルカラーに分けると、青みや明るさ、淡いカラーが得意なブルベナスタイプの方に特に使いやすいです。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで4月25日発売、ディオールサマーコレクション限定アイシャドウ2色をご紹介していきました。今回ご紹介したアイテムは全て数量限定となっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。